まあ多分興味があるところだと、ミスディレクション、スリの技術、ピックポケットって言われてる、それが一個ちょっとまあ楽しいかなと思うので、携帯にさしたので、これで今完全にパスポート、あります。パスポートもうないんじゃないですか。俺こんにちは、空手家国です。今回も超絶機構のマジックで、テレビをはじめ様々なイベントで大活躍中のマジシャンのキラさんとお届けしたいと思います。今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回は、アクティブメンタルコントロール。はい。声が出なくなった。なんか途中で自分で笑っちゃうんですよね。何やってるんだろう俺っていう感じで、不思議な体験をさせていただいて、でまあちょっと。P もありながらちょっといろんなちょっと出せないことまで教えていただいて、ごめんなさい、そこは僕だけの楽しみだったんで申し訳ないんですけど、で今回ちょっとそれ以外になんか面白いものがあったらっていう無茶ぶりでちょっと今急遽お願いしたんですけど、前回は水路漬けとかですね、試焼き作とかでいろいろ教わりながらマジックを見させていただいたんですけど、すみません、本当急なんですけど、何かよろしいですか。まあ多分興味があるところだと、ミスディレクション、前もちょっとね喋りましたけど、ミスディレクションを使ってるマジックっていっぱいあるんですけど、たくさんある中でも多分スリの技術、ピックポケットって言われてる、それがちょっと楽しいかなと思うので、体験していただくといいかもしれないなと。ぜひちょっとやってみましょうか。じゃあちょっとお見せしましょう。こうキラさんのマジックを体験できるっていう、なんか完全にマジック楽しみたい素人感がどうしても出ちゃうんですけど。いや、いいと思います。それが一番ですよ。よろしくお願いします。ただピックポケットというのは何かというと、その方の服のポケットから持ち物とかをすり取る技術なんですけど、見ての通りポケットが入ってますなんでちょっとなんか私服何でもいいんで、ちょっと着替えてもらっていいですか。わかりました。じゃあちょっと私服をマジックで着替えてもらいましょう。せーの。そう、いいですね。せーの。さあ着替えていただきました。ありがとうございます。お付き合いいただきました。すみませんね。あえてね、そのポケットがいくつかあるようなのを着ていただいてるんですけども、ないものは取れないので、単純にないものは取れないので、じゃあちょっとポケットの場所だけね、今胸ポケットとかこういうとこありますよね。あれとか、あと携帯とかも持ってますので、ちょっといいですか、触って。これ携帯ですね。じゃあちょっと別の場所に入れておきましょうか。後ろとかいいですか。どうぞ。後ろとかね、こことかね、あとこれなんかクオカード的なものがとか、 OK です。 OK です。じゃあこれも中に入れましょう。で、僕のものもちょっと追加しましょうか。なんかクレジットカードとかね、クレジットカードはこことか、パスポートはじゃあ分かりやすいパスポートとか、後ろポケットとか、よいしょ、こんな感じで入ってるとか、こんな感じでいきましょうか。なんか分かりやすいペンとかね、こうやって入れるとかね。OK です。で、いろんなものがいろんなところに入ってる状態です。この状態です。で、ちょっとちなみにすりにやった経験あります？ないです。ないですよね。ないです。気づくか気づかないかって言ったら、普通は気づくかなとか、気づかないかな、いろんな人分かれるんですけども、ちょっとそのすりの体験をしていただきます。単純にですよ、こうやって触って感じるでしょ。もうこんなタイトなやつ、こう感じますよね。これが当たり前なんですよ。シンプルには一番やりやすいのはこういうジャケットとかにここにポケットついてるパターンあるじゃないですか。それだと一番感じないんですよ。浮いてるんで、だからこういうふうにこういうやつはもう触ってもしょうがないんですね。感じるじゃないですか。取ったら分かるし、今こっちだと触ったら分かりますよね。今触られたの分かりましたね。意識を別な方向に誘導しない限りは取ることが不可能だということを理解しておいてください。当たり前です。これがミスディレクションです。では行きます。じゃあ行きますよ。こう触りますね。じゃあすいません。こっちが何でしたっけ？パスポート。パスポートですね。パスポートを出します。今パスポートに意識をやりましたよね。やったから今こっち取られたの気づかなかったでしょ。クオカードないですよ。
本当そうなんですよ。今この時点でクオカードがないと。はい、取られちゃいましたよね。今これでもう全然気づかないですね。意識をパッとこういうところに誘導するからもうないですね。はい、じゃあ次は今ここにいたの分かりました？何が？ここに意識が、僕がここにこうやって携帯に手を差したの分かりましたよね。これで、携帯に差したので、これで今完全にパスポートあります。パスポートもうないんじゃないですか？俺本当や。パスポートないですし、今パスポートがなくなったのと、さっきのクオカード何でした？どれでしたっけ？クオカードクオカードですよね。ないですよね。クオカードがなくなって携帯がないですよね。本当や。携帯もないですし、まあ最後のこれはもうさすがに分かりますけどね。携帯大丈夫ですか？携帯はないですね。あります。携帯とあとこっちと。あとペンもなくなりましたよね。あれ本当だ。ペンもないですね。ということは全部なくなってますね。嘘。お前や。そういう感じですね。携帯ですよね。パスポートですよね。クレジットカード。そしてあとはクオカード。こんな感じで意識が。そしてあとはペンですね。ペン。こんだけのものはまあ今取ってみせたというにはなるんですけど、これ感覚が多分なかったと思います。タイトなものだと気づくって思われるんですけど、意外とないんですよ。自分さっき結構パツパツのやつだしなと思ってたんですけど、そうしかも今からすりますよって言った上で、このパツパツ大丈夫なのかなって思ってたんですけど、大丈夫なんですね。そうなんですよ。これがねミスディレクションなんですけども、これが全部計算してやるんです。じゃあちょっとね、これいろいろ解説できないんですけども、これを知りたかったらですね、僕の超絶技巧講座を見ていただくということが基本はなるんですけども、動画概要欄にちょっとその辺貼っときますんで、じゃあちょっとこのままで終わる、ただモヤモヤしただけでそうですね、先生が終わっちゃうじゃあちょっと軽く解説しますね。これこっちでしょ。こっちでしょ。どうぞどうぞ。こんな感じでしたよね。でまあ5箇所ぐらい入ってる。まあ仕掛けとしては僕の仕掛けてることとしては、意識が分散するようにものを多くしてるんですね。そうなんですね。注意点が1箇所しかなければそこに集中できる。なるほど。でもその守るべきところが多分1つだと楽、相手が1個しか攻撃してないと楽ですよね。それと同じでいろんなバリエーションで攻撃してくる人の方が多分やりにくいと思います。まあ単純にそういうことですね。でまず、ちょっと順番忘れちゃったな。そこはもうアドリブでやっちゃったんで、さっき。じゃあ携帯アドリブだったんだから、ちょっとどれでもいいや。クオカード取られた気がする。クオカードがなくなってたかなぐらいな感じ。そうですね。取られた順番は僕もね覚えてないんで、じゃあいいですよ。ちょっと順番は順不動になっちゃいますけども、まずですね、この取り方に関してはちょっと超絶技巧講座の方で解説しちゃってるんであれなんですけど、まずですね、取りますよという前にもう取るんです僕。いろいろ場所いろいろありますよねとか確認させながら1個取ります。取り方はちょっと一旦置いときます。もしこれがうまく取れたとしましょう。気づいてません。これ達成しました。そうするとここがもう意識を誘導させることができる場所になるんですね。あれってびっくりさせるのがポイントです。なるほど。なので例えばこっちの方がいいかな。これが何でしたっけ？じゃあカード。これカード。入りました。入ってます。でここに入ってます。入ってますよね。入ってますよね。で、触らなくていいんですけども、カードもありますよね、まだね。感覚として。どうですか？抜かれてる感じあります？抜かれたってことですよね、これ多分。そうですね。抜かれてますよね。でも中に入ってる時と変わらない感じだったと思うんですけど。そうですね。これはちょっと僕の技術がここ P になります。入れました。でちなみにこっちにクオカード入ってますよね。感覚があんまり変わらないと思うんです。中に入ってる、抜きましたけどね。ここも言えないんですけど、ここは P のところ。そうですね。
それだと感じないんですねこれでまあ1回抜きました、で細かい抜き方ちょっと取り方置いといて、まあ取りました、そうすると気づいてません、するとあとはもうこれワンアーヘッドっていう原理なんですけど、対象の方が今意識すべきところとか、注意するべきところとか、今考えてることとかよりも1個先をもうすでにやっちゃってる、こう先行ってるんですね、そうするともうこっちがあとはもう手玉に取れるんですよ。1個やりました、もう気づいてません、じゃあ今度はここにもうなくなってるので、意識をないですよって言ったらもうびっくりする。そうですね。びっくりするんで、あれこっち、その時はもうあとはもうやりたい放題ですね。なるほど。でまあまあじゃあ意識を誘導するんですよって言うんですね、意識を誘導するためにこれを触るんですね、もしこれを取りたかったら、このクオカードに意識を誘導させます、というとこれを触る理由がありますよね、これを触る理由が自然、正当性があるという、それが大事で、じゃあこれクオカード、まあこれはまだありますよね、というわけで今逆なくなったの気づきましたってなると、こっち見ますよね、そしてないわけですよ本当に、そうしたらあれってびっくりしますよね、あれってびっくりしてる時に取るんですね、あれってなります、でもう一個先行ってますよねこの時点で、まだ気づいてます、そうするとまあ例えばここの僕が今パスポート触ってるの感覚として分かるかもしれないけど、この意識がいったからこっちはもう取られてるの気づかないですよねってなるんですね、そうしたらなくなってますよね、そうするとパスポート取ったもの気づかないですね、まあもちろんパスポートを取ったのを見せなくてもここでいいんですけども、じゃあそこで意識をって言って、こっちに意識きましたよね、そうするとペンを取ったことも気づかないですねこれはワンアイヘッドとあとフィジカルミスディレクションっていうのを使ってます、こうありますね、意識のミスディレクションとフィジカルを使ってるんですね、こっち意識ありますよね、じゃあここ、一回もう手玉に取られてるんで、もうかなり誘導がしやすいんです、こちらってここもないですよねって言った時にこう触るんですね、正確には柔らかいですから、ここは気づかないですね。本当だ。気づかないです。これがフィジカルミスディレクションと、意識を使うミスディレクションを混ぜこぜでいろいろやってる状態です。もうそうなるともう何やってもちょっとすみません前行っていただいていいですか。ってやって取ることもできます。いろいろできます。何でもできるようになるんですよね。何でもありです。こういうことがねだんだんできるようになってくるんでシンプルに言うと単純にズルですいやズルなんですよ。でも1個を意識させてからは何でもできるっていうのは格闘技一緒ですね。でも多分同じだと思うんですよそこって、それ本当大事で、そうなんですよ、本当大事なんですよ。なんか僕らとかだと、フェイントかけたかったら、1個何か効かす技とかを持っておくとめちゃくちゃ有利になるんですよ。そうですよね、絶対そうですね。もしくは1個でもいいんで倒せる技を持ってる有名になると、その技をみんな警戒してくれるんで、その技を警戒してくれる人にかかるフェイントとかがいきなりできたりとか、それを餌にするんですよね。そうですよね。だからいやもうまさにそれです。だからそれができると1個先を行ってる状態なんです、なので楽に手玉に取れるんですよね、まさにそれをやってるんですよね。今の説明でちょっと良かったのかなんか分かんないんだけど、でもそういうことやってます。手玉に取られましたねだからこれで大事なことはその一個一個の精度はもちろん高いに越したことはないんですけど、でも限界あるんですよこれに関しては。だって触ったものは感じないわけはないので、でもその意識をちゃんと戦術というか戦略というかそれをきっちり計算されていると精度が上がる、ということを理解してやるか、そうじゃなくなんとなくやるかでかなり変わってくるということです。いやでもなんかこの辺は格闘技に通ってくるして多分そうだと思うんですよね。それこそ意識させた後のフェイントの精度とか、もう全然人によって違うんで、なんか本当すごい人とかはバーンって蹴った後に意識つけれたなと思ったら別にフェイントじゃなくても、もう重心移動にプッてやるだけでかけてきてそれで技出したりするんで、そういうことをね、そういうのは精度なんかなっていう、そうだと思いますよ。それでやられたら
上手ですよね、そっちの方がね。そういうことやってるんですもんね、だって普段。そうですね、空手でこの技出してこういう反応するんだったらこれだなっていうのはやっぱり何パターンもあって、よくスパーリング解説とかでもこの時はこういうふうでこうで、あれスローでゆっくり解説するんですけど、実質、もう経験値があって、パーンってやって、パッて反応を見て足を下ろした瞬間にもう次何するかはもう決まっちゃってて、なんかあれですよね、そんなに考えてるんですねって言われるんですけど、あんなに遅く考えてるわけじゃなくて、そうですよね、技がいった瞬間にはもう判断できて決まってて次に行ってる感じなんで、考えてるけど考えてないというか、そのフローチャートがオートマチックに出ている状態っていうことですよね。そういうことですよね。だって見ましたもん、こうやって構えてて前手をこうやったら後ろにさばくタイプだったのでそのままして投げましたとかってね、あれがそうですよね。一度前手で反応を見たら後ろ体重でさばくタイプだったので、これならいけると思って2度目でさっき見た投げに挑戦しました。ただこの後暴れられてしまって菊野先生みたいに投げと同時に決めまで行くことができませんでした。あの時そう考えてるわけがないんですよね。そうですね、もうなんかそれがパッて経験値で出てくるっていうか、で経験値があるんで、そうされた瞬間にそうなんだっていう感じで、だって頭の中で言語化して考えてたら間に合わないですよね。間に合わないですからね。0. 点何秒の1秒の世界ですからね。でそういうことをやってるんで、だからこれができるようになるためには事前の練習もそうなんですけど座学も大切でっていう感じで僕は思ってます。そうなんですよ。これ練習するとねできるようになるんですよ。やってみます？僕がですか？やれるの？できるんじゃないかな。いや分かんない。僕人にやらせたことがないからちょっと分かんない。やってみます？ちょっと体験。ちょっとじゃあシンプルに、これね結構ピックポケット難しいんですよ。シンプルには、何が難しいのかをちょっと体験してもらおうかな。じゃあ僕いろいろこれがクレジットカード、クレジットカード入ってで、じゃあこちらちょっと戻させていただきます。でちょっとこちらのっていうのは技術解説してもちょっともったいないなってコメント欄見てて思ったりですよね。もうそれはもうあるあるだとは思うんですけど、もう何の世界にもきっとね、相手が認識するのは顔の出回りを認識するので、これは罠として使います人間ってどうしても生物上顔をちゃうものなので本能として絶対に認識するので顔なんで、顔は相手に、認識させた方がいいというか周りで